東京の国立公文書館に一冊の電報釣りが残っています。昭和19年の秋、南の島から届いた電報を閉じたものです。その一枚の余白に後から書き足された小さな縦書きの一行があります。11月24日1600桜伝授。桜という言葉を受け取ったという記録です。書いた人の名前は残っていません。最後の言葉があらかじめ決められていました。宇津川と松川がいました。予約された最後の言葉。この一行の両端に2つの手があるんですね。昭和19年9月、パラオ諸島のペリリュー島。守っていたのは茨城、水戸の歩兵第2連隊。率いるのは中川国夫大佐46歳。熊本の小学校長の家に生まれた人です。アメリカ軍の記録では、島の守備隊は陸海軍合わせておよそ1万500。その中核が歩兵第2連隊の約3300名でした。連隊の軍旗は明治7年に授かった布。この年でちょうど70年。隊の誰よりも年上でした。明治7年の創設から西南戦争、日清、日露、シベリア、満州、華北。この連隊は日本の戦争のほとんどを歩いてきました。そして昭和19年の春、満州から大連、横浜、父島を経てパラオに着きます。ペリリューには海軍が昭和14年に作った大きな飛行場がありました。アメリカがフィリピンへ向かうとき、ここが脇腹に刺さる位置だったんです。9月15日、アメリカ軍が上陸します。増強された第一海兵師団、その数およそ2万8000。守る側の倍以上でした。師団長は事前に部下への手紙へ4日以内に攻略できると書いていました。中川大佐はそれまでの日本軍の戦い方を捨てていました。浜辺の決戦をせず、500の洞窟に陣地を築き、玉砕突撃を禁じたのです。日本軍の無謀な万歳突撃は一度もなかった。太平洋における海兵隊の経験で初めてのことだった。アメリカ海兵隊の公式戦士の記述です。戦いは4日では終わりません。日陰で気温40度。米第一海兵連隊は1週間で1700人以上を失い、連隊は一時的に消滅したと記録されます。攻略の総指揮官ガイガー将軍は後に繰り返し語りました。ペリリューの戦いは太平洋戦争全体で最も過酷だったと。凄まじさを語っているのが全部敵側の公式記録なんです。その洞窟の中から電報は海の向こうの司令部へ撃たれ続けていました。撃つのは通信兵の手です。同じ電報綴りの夏のページをめくると、伝聞はもっと長いのです。正面の戦闘を自分が指揮できないこと、万難を排して務めを果たすこと、ご期待に沿うべきを確信するという結び、心情を書く行がまだあったのです。それが秋には小銃190、銅弾薬1万600、軽機8、手榴弾500、火炎瓶10、戦車地雷20。10月末の在庫の報告です。
伝文から言葉がそげ落ちて数字だけになっていきます。砲撃の下で数を数えて正確に撃つ、それがこの人の仕事だったんですね。11月8日、パラオ本島の井上司令官から電報が届きます。安易に玉砕することなく、苦しくとも健在し、あくまで時給に徹すること。そして11月22日午前8時過ぎ、中川大佐は一通の電報を打たせます。軍機を処置したこと、機密書類を処理したこと、そして通信断絶の恐れ大となれるをもって、最後の電報は左のごとくいたしたく、右の場合桜を連想するにつき、最後の電報は桜の連想とする。言葉の意味を先に届けておいたのです。最後の最後まで伝わることを設計してる。そして軍機は天皇から直に授かる連隊にただ一つの旗です。敵に渡さないために最後は焼く。処置とはそういう意味なんです。明治7年から70年、連隊と共に戦争を歩いてきたあの布はこうして島で焼かれました。その3日前の11月21日には、この戦いへの天皇の言葉を伝える祝電が同じ島に届いていました。11月23日、桜は来ません。受信室の人はどんな気持ちで待ったんでしょう。来ないことがいい知らせでもあるなんて。11月24日午前10時30分、ペリリューから現状の報告が届きます。健在の者約50名、弾薬約20発、戦闘行動不能なる者は自決せしめ。その指示も事務の言葉のまま同じ伝文に並んでいます。締めくくりは、遊撃戦闘に移行し、あくまで時給に徹し、士気ますます旺盛なり。弾薬20発の報告と同じ伝文の中にある言葉です。同じ11月24日、島からは別れの電報も打たれました。守備隊にいた村井権次郎少将の電報です。感情を授けられたことへの礼に続けてこう書かれています。その大任を完遂し得ず、後期ある軍機と幾多の孤高等を失いたてまり、誠に申し訳なし。孤高とは手足のように働いた部下のことです。最後の電報が詫びの言葉でした。別れの言葉が先に飛び、後にはもうあのイチゴだけが残されていました。16時、洞窟の通信号で誰かの手が電鍵を叩きます。桜、桜、桜。受け取った側の記録にこの伝文はこう残っています。桜、桜、桜。我が集団の健闘を祈る。我久の五丁。桜の後に言葉が続いていました。我が集団の健闘を祈る。最後の伝文は残る仲間への祈りでした。そして海の向こうで受け取った誰かが2日前の伝文の余白に小さく書き留めました。11月24日、一六〇〇、桜、伝授。打った手も書き留めた手も名前が残っていません。でも紙は残りました。同じ日の報告に続きがあります。根本大尉以下56名で17組の切り込み隊を編成し、24日の夜から中川大佐は玉砕を伝えるこの伝文を送り自決しました。上陸から
71日でした。物語はそこで終わりませんでした。戦争が終わって2年経った昭和22年、島の洞窟にはまだ34人がいたのです。説得には仲間の実家からの手紙が洞窟の外で読み上げられました。そして一通の文書が島に届きます。差出人は内閣総理大臣吉田茂。総理大臣が一つの島の数十人のために文書を書いたんですね。昭和22年4月22日、34人は洞窟を出ました。後の戦友会の名前は34会と言います。ペリリューではこれまでに7799人の遺骨が収容されました。今も1000人を超える方が島のどこかにいます。平成27年、天皇皇后両陛下がこの島を訪れ、日本とアメリカ双方の慰霊碑に花を供えました。意味を先に届けた人と、それを待って書き留めた人、2つの手が残した紙は今誰でも読むことができます。この電報綴りとたどり直した記録は概要欄の蔵に置いてあります。先週は託された手紙、今週は予約された言葉、次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。